はい、こんにちは、MD ジャックです。皆さんこんにちは、愛です。寒さが一段と進んで朝は特に寒くなってきましたね。なんとなく初雪が早そうな予感、in 横浜。ジャックさん、最近、ティーンハイファイ C2 をレビューしたばかりですが、今回は C3 ですか？ C2 とは形、全然違うんですね。そうだね。これがティーンハイファイの通常デザインと言えるかも。というわけで、今回はティーンハイファイ C3 のレビューです。では早速見ていこうか。はい。パッケージ内容は至って普通ですので、上をご参考いただくとして、価格がだいたい7000から8500円ぐらいで販売されています。外観は、どう見ても過去に見たことあるんですが何でしたっけ？ステムの材質は違うけど、ティーンハイファイ T3 プラスにそっくりだね。なんとなく T3 プラスのブラッシュアップ、または廉価版なのかなと思ったり。音質も似てるのかな？それは後ほどお話しいただくとして、最近デビューしてきたモデルと比較すると、ちょっと大きめに感じますね。フェイスプレートがカーボンファイバー風仕上げでかっこいいです。全体が樹脂製なので、片側実測 4.4g と軽いです。装着してみると、愛には少し大きめですが、ホールド感はいいですよ。ジャックさんはどうですか？ぴったりだわ。私はイヤーピンあっても大丈夫。確かにホールド感いいね。ちょっと強めな低域を生かして無線化して外で使ってみたけど、遮音性も高くて電車内でもノイズがあまり気にならなかったのと、低域が乗り物ノイズに適度に相殺されてバランス良くなり、かなり没入できたよ。ドライバーは 10mm ダイナミックタイプ。振動板素材は PU ポリウレタンと LCP 液晶ポリマーの複合。ちなみに T3 プラスはフルサイズの LCP はいろいろなモデルの振動板素材として使われてる。それから N52 ネオジム磁気完全内部磁気回路や CCAW0.035mm ライトボイスコイルを使用し応答速度向上させてる。ここは C2 と同じ素材を使ってるね。ケーブルがちょっと高級感ありませんか？ちょっと太めな4コア 270C ビンメッキケーブルはなんか力入れてるなーって思ったね。T3 プラスを買った当時と同じぐらいの価格で、今 T3 プラスは1万超えてるようだから、これから買うなら C3 がおすすめですよという風にも見える。ということはサウンドチェックは T3 プラスなんですか？そう思ったんだけど C2 と比較してみた。キャラの違いが割とはっきりしてるから T3 プラスは後半で波形比較してみるよ。はい。リアピはこのチャンネルではスタンダードになってきた単ジジム TAPB トレブルを、ケーブルは C2 の接続部の長方形スタイルに C3 付属ケーブルの円形の形状が合わず接続できなかったので、それぞれの付属ケーブルで収録しました。ではどうぞ、音量上がります。サウンドチェックは C2 のシャープさが出ていたように思います。波形はこんな感じで C2 は低域が控えめなのに小域が遠慮なく出ています。C3 は低域は強め、6キロ付近は C2 とは対照的に減衰し調整されていて、モデル名は似ていますが、この2モデルは大きく違うキャラクターに仕上がっていますね。シャープさ、広域のキレの良さなら C2 を、低域のパンチ力とバランスを意識した広域なら C3 をといった感じでしょうか。愛はそんな風に捉えています。ではイヤピ比較です。いつも通りのイヤピ7種を重ねた波形で、各イヤピの特性もおおむねいつも通りの特徴が出てる。サウンドチェックには TAPB を使用したけど、リスニングの場合 C3 はちょっと低域が強めに感じたので、一通り聞いてみて上の3つがいい感じだった。ニューフェイスの TRI 角笛は波形が重なるとほぼ隠れてしまうので、ピックアップして TAPB と比較してみた。音質的な特徴は普通っぽいが、傘の柔らかさとお手頃価格で重宝してる。次は同メーカーの T3 プラスとの比較です。
C3 を最初に見たとき T3 プラスとどう違うのかが真っ先に気になったのね。 T3 プラスはこのチャンネルの2021年のランキングトップ3に選んだこともある。1年以上前のモデルだからサウンドチェックはニューモデルの C2 で比較してみたけど、波形比較のメインは T3 プラスでしてみたかったんだよ。そうですよね。ドライバー素材も C3 が LCP プラス PU、T3 プラスがフルサイズの LCP で似ていますしね。そうなんだよ。では早速イヤピやケーブルでの印象の変化も見てみたくて3種のイヤピで比較してみた。どの比較でも差分が出ているところが大体同じなので、これが特徴の違いと見ていいと思う。低域3から 4.5km 付近の2箇所で C3 の方が全体的に少し派手な感じの質感。低域に負けないよう3から 4.5km を出してバランスを取り 6km 以上を少し抑えて調整しているように見える。実機を聞き比べた2モデルの違い。 T3 プラスに対する C3 はパワフル、低域の量感、音が近め、3から 4.5km 付近の影響。メロディー系やブラス系がより前へ来る。ハイハットワークの刻み、シンバル系全般は T3 より控えめだが、音楽全体としては C3 のバランスの方が好きな人多いかも。分離をあまりはっきり感じなかったのは音が近く迫ってくる感じがしたからかも。とはいえごちゃごちゃした感じはない。一方 T3 プラスは低域は C3 ほどではないが高域とのバランスが取れていて不足感は全くない。3から 4.5km 付近が少し落ち着いているため見通しのいい空間が広がっている。ハイハットワークの刻み、シンバル系全般は結構前へ来る。といったところで波形で出ている差分は聴覚上もはっきりわかるレベルで見通しのいい空間が広がっている T3 プラスか、全体が少しパワフルで音が近めになった C3 かという選択になってくるかなと思うわ。 T3 プラスに似た傾向の C3 は T3 プラスを持っている方には必要でしょうか？そうだね。似た部分は多いけど明らかに違いがあるんで T3 プラスの廉価版ではなく T3 プラスのブラッシュアップエディションという風に捉えた方が近いのかな。 C3 を買うとしたら今どちらも持っていなくて C3 の質感の方が好みだと思った場合、 T3 プラスは持っているけど広域がちょっときついなぁと思っている場合という感じかな。それぞれの違いは示せたと思うので後の判断はお任せしますになるかな。そうですよね。ということでティーンハイファイ C3 のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。 MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。